はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半の、星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。前回ねお伝えしたんですが、やっぱ3月はとても星が動くので、もしまだ3月のエネルギー解説っていう動画をご覧になってない方は、そちらご覧になってからまたこの3月後半を活かしていただけたらと思います。お願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。スターが見えてますね。ワンドナイト逆、ラバーズ逆、ペンタクルスエース逆、ペンタクルス2の逆、ペンタクルスページ逆、カップ5、そしてペンタクルス8の逆。気をつけることや対策がペンタクルス3の逆とワンド4とオラクルは吊るし人の逆です。逆多いですね。ちょっとまず星の解説させていただきたいんですが、やはり3月は14日が月食なんですね。で、月食っていうのは非常にエネルギーがビリビリくるというかね、精神的にも感情的になりやすい時なんですけど、特にこの月食っていうのは自分自身に何かしらの制限をかけやすいというか、制限がかかってるかのように感じやすいタイミングなんですね。そこからだからこそ流れていく流れがあるんですけどね。3月っていうのはもう水星も金星も逆行してますので、いろんな意味で勘違いが起きやすかったり、この自分を制限するとか、自分をもっとこっちに持っていきたいんだって思うがゆえに起こってくる出来事がありそうで、これはご自身ではちょっと違うんだとか、ちょっとこれハードすぎるとか、そうしたいわけじゃないんですとか言いながらも、でも押し出されて結果的にはいい方向に行きますよねっていう感じがするんです。とてもなのでこの3月の後半っていうのは、特に3月の20日以降っていうのは流れが変わってきますので、いて座の皆さんは本当に自分らしくじゃあ挑戦してみようとか、自分らしく楽しんでみようみたいな非常に明るいエネルギーになってきます。3月20日っていういつもね春分の日ってあると思うんですけど、占星術ではその日からが新しい1年という考え方があるので、そこから自分の人生を晴れやかに見ていこうみたいな感じになってくると思うんです、いて座の皆さんね。でさらにそこから3月29日という日食を迎えるわけなんですけど、3月29日からの日食の半年間ってもう本当に華やかな展開があるって非常に思います。そのこともたくさん動画に作りたいんですけど、なかなか難しくて、なので3月のエネルギー解説よかったら見てくださいね。なのでいろんな勘違いのスケジュールがちょっと遅れたりとか、勘違いが起きたりとかっていうようなちょっと混乱したエネルギーは一般的にはありますが、でも混乱する中でも惑わされながらも本質の自分の本当の喜びを見つけていくっていう流れなんですね。でその中でこのカードを見た時に、やっぱりオラクルでこの吊るし人の逆位置が出てるっていうのは、まるで自分には無理なんですって言ってるような感じがしたんですよ。そんなことないんですよ。自分には無理なんですって思いたいんだなっていうか、そう思うような流れがきっとあるんだなとは思うんです。でもそこからその状況の中から何か気づくことがあるよってことなので、結果オーライなんです、絶対に。だけどおそらくちょっと戸惑ったりとか動揺したりとか、ご自身ではうまくいってないって感じやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。っていうのはやっぱほとんどが逆位置で、もしこれ正位置であれば非常に順調にコツコツと自分のやるべきことをやってるっていう感じに見えるんですが、全然自分でできてないっていうふうに思っているのかなっていうふうに思いました。例えば入り口がやはりワンドのナイトの逆なので、本当はもっとやらなきゃいけないんだけど自分ではできてないとかですね、思うように努力できてない、動けてないっていうふうに思ってるかもしれません。でもよくやってるんですよ、実際のところは。現在のところにやはりこのペンタクスのエースの逆っていうのが出てるんですけど、これはうまくね物事をコントロールしながらバランスよく自分自身を保っていってますよっていうふうに言われてるんです。でその前もこの3月にもしかしたら入ってから何か挑戦したことがあるかもしれないし、迷いながらもこれがいいんじゃないかなと思ってやったことっていうのは、非常にいて座の皆さんの奥の方から温かいエネルギーとして育っていきそうな感じがあるんですね。ですので何か
感じてたと思うんですよ。この2月3月あたりってこのままでいいのかなとか、これからどうしようかなとか、そこで生まれてきた芽生えてきた自分の感覚でこっちに行ってみようかなっていうその感覚が非常に大事で、それをここからもちょっとずつ努力して育てていきますよっていうふうに言われているんですね。で、感情的にはもしかしたら自分が思ってるほどの喜びじゃないかもしれない。だけど引き続きコツコツやってくださいっていうメッセージがあります。まあこれはね、やっぱり3月の後半っていうのだけで見てますから、星の動きっていうのはもっと大きな宇宙の流れですよね。でこの春から初夏にかけてっていうのはものすごくドラマティックないろんな動きがあるので、3月の29日以降躊躇していたことに対して自分が挑戦していく、新しい一歩を踏み出していくっていう流れがあるんですね。で早くこういうのを感じる方っていうのは29日にならなくてもその前から感じますし、ましてや今そうやっていろいろ水星も金星も逆行してるっていうところで、本当に今自分がやってることが役に立つのかなとか、なんかためになるのかなっていう疑いを持ちながらもやっていくと、ちゃんとそれは後でどれだけ身についているかとか、どれだけ自分にとってプラスだったかということが後で分かるよみたいなメッセージだと思ったんです。っていうのはやっぱりこの対策のところで出てるカードもペンタクスの3の逆、そしてワンドの4ということで、ペンタクスの3っていうのはコツコツというかね、自分に足りないものを他者からももらいながら協力しながらやっていくよっていうのがあるので、いろんな人の意見を聞いたり勉強したり経験値を教えてもらったりしながら進めていくんだなと思いますし、ただそれをやっぱりご自身ではよしよしこれでいいぞと、順調だぞっていうふうになかなか思いにくいんだろうなって感じがします。全然悪いわけじゃないんだけど、なんかもっとあからさまな成果とか、もっとあからさまな何かっていうのが欲しいんだろうなって感じがします。例えば相手は期待させないように、あんまり期待値を上げないようにちょっと遠慮して抑えめに言った。でもほぼほぼなんかそれはいいこととして言ってるんだけど、伊勢座の皆さんにとってはそれをたしなめられたとかダメだと言われたっていうふうに受け取りやすいなっていう感じがします。でもここで受け入れられてますよっていうのも出てるので、おそらくご自身がどれだけ自分の理想の行動をとってるかって言った時に、いやまだまだですって言ってそうな感じがしますけど、やっぱりオラクルが吊るし人の逆なので、今のこの状況の中でできることをやり、そしてこの状況の中でこそ感じることをちゃんと受け取ってくださいと。それが自分にとっての非常に大きな恩恵、後から気づく大きな恩恵になるよっていうふうに言われてるなっていうふうに思いました。ちょっとねそれを踏まえた上で仕事のことを見てみようかな。まあでも20日以降は本当に明るいですけどね、やってみようみたいな前向きな気持ちとか、ワンドのこれはキングですけど、なんか人生に対して期待を持っていくみたいな感じですかね。そして期待を持っているとその扉が開かれるみたいな感じがしますよ。まだ本当にこの扉は合ってるのかなみたいな、そういう疑いがあったとしてもいいんです。それはそれで、はい。ちょっと待ってくださいね。仕事、サクセスっていうことでカップの10も出てます。だけどワンドの5も出てます。なので非常に自分の力を、これですね、なんていうのかな、自分の力を試してみようとか、自信を持って自分にできることをやってみようみたいな、そういうエネルギーすごくあります。だけどなんか失うんじゃないかとか失敗するんじゃないかっていう恐れも同時にあるっていう感じで出てるんですね。でもお仕事としてこれだけ出てるっていうのは非常にいいですよね。何かを一つをもしかしたら終えたりとか、一つをなくすことによってもっと大きな喜びの方に向かっていってるのかもしれません。ですので星の流れで言うならばですけど、20日まではいろんな準備をしたり整えたり、自分の気持ちを整えたりっていうのも全然いいです。ただ20日以降は挑戦していってねって感じがすごくします。特に3月14日前後の月食あたりっていうのは非常に動揺したりとかしますが、でも結果としてやっぱりいい方向に押し出されていってる感と思うんですよね。ですので何かしらのプレッシャーとかストレスとか自分にかけていたり、そう感じていたとしても、なんか結局それって自分にとっていい方向につながってるしなって感じがすごくします。お仕事に関してね。はい。それと、人間関係見てみますね。
ちょっとね恋愛運も取りたいと思いながら、すいません遅くなって少々お待ちください。人間関係は戦車とソードの8ですね。なんか関わっていきたい、でもなんか葛藤がみたいな、そんな感じですね。そしてペンタクスの5ということで、人と関わって活性する分は全然いいです。今パートナーシップとか人とのご縁っていうのはつながりやすい時なので全然いいんですけども、何か一座の皆さんの気持ちの中でやはり納得できない部分があるっていうか、本当にいい人と出会うまでに自分をもっと高めておきたいとか、もっと自分を磨いておきたいとか、今の自分ではまだ準備ができてないんだみたいな、そんな感じがあります。そして惰性で付き合いたくないとか、そういう思いもあるみたいですね。なんか本当に豊かな関係性を築きたいから、なんか頑張りたいけどちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってくださいって言って、その間になんか準備したいのかなって感じがしますが、そうね、今の自分でいいんじゃないですか。今の自分でできることでいいんじゃないでしょうか。人との関係も別に誰かなんかいい人にならなくてもいいしね。ちょっとでもこう自分に対してとか、あと他者に対してもその正義っていうものが強く出てるなって感じがします。ここは今出てるのはソードのキングなんですけどね、誠心誠意正しくありたいとか、こうでありたいみたいな思いが強くて、それは非常にいいことではあるんですけど、なんだかもうちょっとこう感情的に緩みましょうっていう感じもしますね。なんかとてもやっぱりペンタクスのカードが多くて、やっぱり何か価値あるものをちゃんと作っていきたいんだって思いがあるからこそ、その今の自分よりももう少し何か違う形になりたいっていうふうに思ってるんだろうなと思います。でそれがやはり人間関係でもただ普通に楽しく過ごすだけじゃなくて、本当にいい関係っていうものを作っていきたいんだっていう思いがありますね。だからこそそのために自分を努力したい、でも今その努力、人間関係だけに努力できないんです今は、みたいな感じもあるのかもしれませんね。どうですか？何か気になることがあればコメントで教えてください。もし、分かりますよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録や、それもねコメントで教えていただけると嬉しいです。そうね、ちょっと最後にもう一枚引いてみましょうか。はい、池田さん。プロスペリティというカードが出ました。このカードを見てどのような豊かさが自分に入ってくるんでしょうか。どんな豊かさを欲しいと願っているんでしょうか。なんかそこに気づくだけで入ってくるような気がしますけどね。なんか努力なしに自然に流れてくるっていうよりも、その道は開かれているって感じがするんですね。でそれが特に20日以降はその道は開かれていて、ご自身が進みたかったら進んでくださいみたいな、これじゃないかもなと思いながらも実はその道ですよっていうような感じがしました。はい、ということで何かしらこのメッセージが皆さんのお役に立てていれば嬉しいです。またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。